日本史義時と後鳥羽上皇。北条義時が執権に就任すると、鎌倉幕府は一見平穏な日々を迎えた。しかしその陰では朝廷と幕府の間で後鳥羽上皇と義時の激しいせめぎ合いが繰り広げられていた。北条義時と後鳥羽上皇のその後を詳しく見ていこう。北条義時は牧氏事件で北条時政と牧の方を伊豆の国の北条へ追放すると執権に就任する。執権としての初仕事は京都の平賀朝雅を誅殺することであった。後鳥羽上皇は今まで時政や政子の陰に隠れていた北条義時の存在をこの時初めて認識したようである。将軍源実朝の名付け親である後鳥羽上皇は和歌を通じて実朝と交流していた。上皇が藤原定家に編纂させた新古今和歌集に源頼朝の歌2首を掲載して実朝を喜ばせている。また上皇は実朝を征夷大将軍となった際の守護位下から毎年のように昇進させた。そして10年後には実朝を正二位に昇進させている。幕府の実権を義時と政子に握られてうつうつとしていた実朝にとっては朝廷の官位こそ信じるに足るものと考え始めたのである。実朝の父頼朝は後白河法皇から官位を勧められても断り続けた。高い官位を受ければ朝廷の権威に屈することになり、鎌倉幕府の自立性を失うことを京都育ちの頼朝は熟知していた。ところが実朝はそのことには気づかず、正二位左近の中将になってもさらに大将を望んだ。義時は大江広元を通じて実朝に征夷大将軍以外の官位は返還して将軍として振る舞うべきであると諌めた。ところが実朝は広元や義時に子供がいない私にはただ高い官位を得て家名を上げることだけが望みであると答えている。実は朝廷には官打ちという方策が存在する。分不相応な官位を与えるとその人物は官位の重さに負けて早死にするという言い伝えである。実朝は後鳥羽上皇のいとこ坊門信子と結婚していたが、十数年経っても子供ができなかった。一説によれば実朝は源氏の嫡流が次々に抹殺されるのを見て子供を作ることを拒絶していたと言われている。後継者問題で実朝から相談を受けた北条政子は極秘に上洛して後鳥羽上皇の皇子の一人を将軍に送るという内諾を取り付けている。後鳥羽上皇は皇子を将軍にすることで鎌倉幕府をコントロールしやすくなると考えたのである。後鳥羽上皇には従順な実朝のおかげで朝廷と幕府の蜜月関係は続いた。ところが頼家の維持興行は政子によって実朝の有志とされ、18歳で鶴岡八幡宮の別当に就任していた。皇子が将軍になれば自分は永久に将軍になれないと考えた興行はついに実朝の暗殺を決意する。
1219年建保7年1月27日、実朝は鶴岡八幡宮での右大臣拝賀の儀式で興行に暗殺された。実朝が暗殺されたことで、王子の加工も中止となり、朝廷と幕府の関係は急速に悪化する。後鳥羽上皇は実朝の死去によって源氏将軍が途絶えたことで、鎌倉幕府は崩壊に向かうと予想する。そして今こそ武家政権を倒して新政を再び確立するチャンスだと考えたのである。後鳥羽上皇は北条義時追討の院宣を下せば、鎌倉の多くの御家人たちが上皇に従うものと思っていた。日本の歴史で朝廷は古来から社会秩序を維持するシステムとして存在してきた。そして朝廷が官位や位階を与えることで、時代を超えて天皇を中心にした社会基準が設けられてきた。そのため天皇制は善であるとされ、時代を超えて民衆に支持されてきた。さらに天皇制を壊そうとする者は、社会秩序の破壊者として世論を敵に回すことになる。平清盛や木曽義仲が世論を敵に回して滅び去ったのもそのためである。ただし民衆が支持するのは天皇制であって天皇個人ではない。源頼朝は安徳天皇を擁する平家が滅び去ったのを見てこのことを学んだ。天皇制は善であっても天皇個人が善だとは限らないのだ。頼朝は権威は朝廷に残しつつも鎌倉に権力を集中させることに努力する。頼朝は京都から離れた鎌倉に幕府を開いて、朝廷は敵でも味方でもないという適度な関係を築いた。頼朝亡き後、その意志を引き継いだ北条義時も朝廷との適度な関係を継続するために苦心する。ところが後鳥羽上皇はこの時大きな間違いを犯した。鎌倉幕府が混乱しているのを見て叩き潰そうと考え、時代を巻き戻そうとしたのである。結局後鳥羽上皇は幕府の10分の1の兵力しか救護できずに北条義時に参拝する。北条義時は後鳥羽上皇には廃るという厳しい処分を下したが、朝廷のシステムそのものは温存している。日本には朝廷、天皇制という秩序、社会システムが必要なことを知っていたのである。北条義時が築いた武家社会はその後江戸の幕末まで続き、日本の歴史に多大な影響を与えたのである。